こんにちは、オズ D です。今回はハニカムなどを大量に入手できる自動ハニカム回収機の作り方のご紹介です。必要な材料はこちらになります。ブロックやハーフなどは燃えるものを使用しないので、お好みの素材をご使用いただいても大丈夫です。光源ブロックは必ず使用しなければいけないことはなく、ガラスなどで代用いただいても大丈夫です。アイテム数は数え間違いもございますので、あくまでも目安として参考にしてください。では作り方の方へ移りたいと思います。今回の装置は縦7マス×横6マスの範囲で作成します。ただ横方向に拡張することも可能です。まず最初に横方向にラージチェストを設置します。チェストの背面側に接続するようにして、しゃがみながらホッパーを2つ設置します。今設置したホッパーの両サイドにも、しゃがみながらホッパーを設置しておきます。ホッパーの背面部分にブロックを4つ設置します。今設置したブロックの上に養蜂箱を設置しましょう。背面のブロックの横部分から、チェストの横までブロックを設置します。養蜂箱の両サイドにそれぞれ、ブロックを高さ3段で設置しておきます。ホッパーの周りのブロックとチェストの上に、開花したツツジの葉を設置しておきます。開花したツツジの葉の上部分すべてに、フェンスを設置していきます。背面側に回って、養蜂箱の上にディスペンサーを、こんな感じで口が下を向くように設置します。ディスペンサーのこの部分を狙って、しゃがみながらディスペンサーを設置します。ディスペンサーを設置できたら背面部分に、高さ3段でブロックを積み上げていきます。今設置したブロックの背面側2マスに、それぞれ高さ1段でブロックを設置します。今設置したブロックのこの部分に、この向きでコンパレーターを設置します。コンパレーターの後ろにレッドストーンダストを設置します。レッドストーンダストのこの薄い判定部分を狙って、それぞれにガラスを設置していきます。レッドストーンダストの上部分にもガラスを設置します。コンパレーターの上部分にもブロックを設置します。今設置したブロックとガラスの上すべてに、レッドストーンダストを設置していきましょう。正面側に仮ブロックを1つ設置しておきます。蜂を連れ込むために仮でフェンスを壊します。フェンスを壊した箇所以外の上部分に、仮ブロックで天井を作っておきます。花を手に持った状態で、蜂を誘導して中に入れていきます。こんな感じで中に入れることができたら、素早く外に出て穴を塞いでおきましょう。フェンスの真ん中に増す部分に、仮でトラップドアを設置します。その他のフェンスの上には仮ブロックを設置しましょう。そうしたらこの仮のトラップドアを開けて、蜂に花を与えて繁殖させていきます。子供が生まれたらフェンスの隙間から出てしまうので、必ずトラップドアを閉めておきましょう。これを繰り返して蜂を増やしていきましょう。蜂が増えて全て大きくなったら、フェンスの上の仮ブロックなどは撤去しましょう。上部分の仮ブロックの真ん中4個を、光源ブロックに変更しておきます。仮ブロックは壊しておきましょう。両サイドのブロックの上から手前3マスに、ハーフブロックを設置しておきます。装置の横部分に補充の時に、登る用のはしごを設置しておきます。ハニカムを回収したい場合は、ディスペンサーにハサミを入れておきます。蜂蜜入り瓶を回収したい場合は、空の瓶を入れておくのですが、その場合は必ずディスペンサーの中を、9マス満タンにしておくようにしましょう。そうしないとうまく機能せずに、蜂蜜入り瓶が入手できません。9スタックでなくても大丈夫なので、9マスを埋めておくようにしましょう。これで装置部分は完成なので、あとは放置しているだけになります。しばらく待っていると養蜂箱に蜂蜜が溜まり、ディスペンサーで収穫されてチェストに入ります。あとはチェストから好きなだけ回収しましょう。
また瓶やハサミがなくなると収穫が止まるので、中身があるかをたまに確認してあげて、減っていたりしたら補充してあげましょう。いかがでしたでしょうか？今回は放置していれば、ハニカムなどが入手できる、自動ハニカム回収機の作り方のご紹介でした。ハニカムは銅の錆止めなどにも使用できるので、今後のアップでの銅素材にも使えるので便利です。よかったら参考にして作ってみてくださいね。今回参考にさせていただきました方の動画は、概要欄にリンクがあるのでぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。また他にも色々な装置やトラップの動画もあるので、よかったら概要欄などからご覧になってくださいね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。猫